12月から始まったこの番組 VMG なんですが、これまでカフちゃん、ユニちゃんとバーチャルシンガーを代表するお二人にご登場いただきました。しかし今回はこれまでと少し趣向を変えてリアルアーティストのお二人をお招きしています。私も初めてお会いするお二人なのでドキドキしていますが、まずは今月のランキングからいってみましょう。20位から11位です。どうぞ。 Virtual Music Zone.ゲーム、アニメ、音楽、e カルチャーを愛するファンのための超没入エナジードリンク、デジタルパフォーマンスエナジーゾーン。本日のゲストは MC レイチェルだよ。 MC マミコだよ。チェルミコだよ。本日はなんとチェルミコのレイチェルさんとマミコさんにお越しいただきました。イエーイ。やったー。はじめまして。もう今日は来てくださって本当にありがとうございます。こちらこそ。すごい好きで、本当にもともとすごい音楽聴いてて、午後とかサマーデイとかプレイヤーとかすごい聴いたりもうミュージックビデオを見てたので本当に光栄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。今日のつなぎ可愛いですね。ありがとうございます。練習見せたいね。書いてるお名前が、あ、そうなんですよ。いいな。こっちか。あ、こっちだ。こっちか。それ売ってないんですか？これは非売品ですね。非売品か。うちらのオリジナルだね。愛ちゃんって書いたやつもらえませんかね？あげた。ちょっとお願いしますね。お願いします。大人の人。偉い人。偉い人。お願い。あ、ダメだ。ちょっと初めましてなのにすごいフランクに物申しちゃいました。本当にちょっと若干緊張してるんですけど、本当に好きで、ちょっと今日なんて言うんでしょう、キモオタムーブしちゃうかもしれないんですけど多めに見てください。大丈夫ですよ。やった、めちゃくちゃ優しい。よろしくお願いします。チェルミコさんって実はちょこちょこバーチャル界隈にも近いところがあるなって思ってて、だから半分ぐらいバーチャルなんじゃないかっていう噂も耳にしたんですけど嘘、どこからなんか綿貫
さんちのっていう、はいはいドラマのオープニングテーマもやってらっしゃいましたし、そうなんですよ。あとさっき私が好きだって言ったプレイヤーとかのミュージックビデオでもこうたびたびバーチャル化されてましたよね。あ、そうなんですよ。ちょいちょいお邪魔しててね、バーチャル界隈には。そうだからちょっと今日絶対私呼びたいってお願いしたんですよ。そそうんだなったんですね。親分にねすいません。呼んでいただいて。親分、そっかバーチャルやってるからってことですか。そうですね。ちょっとやっぱり親分ということすいませで。ん、お邪魔します。とんでもないですとんでもないです。でも私も一応アーティストとしてもやってるので、もうそこではもう土俵ではもうド先輩ですので。いや全然そんなね。そんなそんなよね。でなんとこの VMG でなんとリアルゲストって初なんですよ。そうなんですか。そうなんです。なんでバーチャルな体とリアルな体を持ってるお二人にちょっといろいろお伺いしていこうと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。嬉しい。触れない。触れない。すごいなんかノリも優しい。なんかすごいチェルミコさんの音楽ってなんだろう本当ラップなんですよ。かっこいい感じの。そんなお二人からは想像できない感じのフランクさですよね。あら、いいことだね。そりゃよかったよ。確かにね、フランクかもね。割とね。これどうやって収めればいいの？イエーイ！イエーイ！触れない。やっぱり触れない。この番組一応音楽番組としてやらせてもらってるのでチェルミコさんのご紹介とかも私がしちゃっていいですか？お願いします。お願いします。ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。じゃちょっと真面目にいきますよ。はい。2014年に結成されたレイチェルとマミコからなるラップユニット。2018年ワーナーミュージックジャパンのアンボルデよりメジャーファーストアルバムパワーをリリース。自由奔放な等身大のリリックの面白さ、可愛らしい容姿から想像を絶するラップスキル、キャッチーなメロディーに乗せる滑らかなフローがさまざまな業界から注目を受け、新人ながら CM ソングや現役 VTuber が出演し話題を呼んだテレビ東京ドラマ「綿貫さんちの」のテーマソング、楽曲提供などのオファーが殺到。音楽のフィールドを超えさまざまな方面で活躍中。また2019年8月21日に最新アルバム「フィッシング」を発売し、初の全国ツアー「チェルミコフィッシングツアー」は6都市7公演すべてソールドアウトを記録。2020年3月1日より10都市を回る全国ツアー「チェルミコ感謝祭ツアー2020」を開催予定と大人気のアーティストでございます。いやありがとうございます。こんな言ってくれるんですね。すごい嬉しい。もう事実しか言ってないので。そんな嬉しいですわ。素敵な声だし。ありがとうございます。ありがとうございます。もう来ていただいてありがとうございます。存在がありがとうございます。でかいな、スケール。もうスケールでかい。でもなんかスケールがでかいといえば、ミュージックビデオいろいろ見たんですけど、なんか全部大体スケールでかくないですか？なんか宇宙逆さまでなんかこう宇宙服着て部屋歩いてたりとか。確かに。そうですね。結構我々そういうことしがちだね。宇宙はね。そうバーチャルになって格闘技とかしてたりとか。そう本当にテクノロジーの最先端をこう取り込んでますよね。あの時はね入ってねいろんなもの見てきたよね。そうだね。いろんな私たちもねバーチャル。まあでも普段はねそんなね大したそんなスケールで小さいです。スケール小さい本当に。なんか2人って結構珍しいですよね。今ってこうアイドルとかやっぱ大人数とかが多いし、なんかアイドルじゃなくても女性ユニットって結構なんか5人以上とか3人以上なイメージなんだけど、2人でやっていくのって喧嘩とかしたりする？もうするとさ、もう2人しかいないからさ、ふんってなる。口聞いてあげないからふんってならない？確かにね。それないんだよね。もうめちゃくちゃ仲良しさん？そうね。でもさ、逆に2人だからなんか仲間外れとかがないよね。確かにそうだよね。
話し合いがすぐできるそうから。そうすぐにちゃんと、うんまあしたことないけど喧嘩して話し合えるから、そうそうそう。あーそもそもなんか喧嘩にまでいかないんですね。多分話し合いで止まりそう。そうですね。そうだねうんめんどくさいしね喧嘩って。やだよね。あー疲れちゃうよ嫌な気持ね。ちになりたく喧ないからね嘩したことありますか、あいちゃんは。喧嘩したことスタッフさんとよく喧嘩したどんな感じで喧嘩するの？これ前もこれしてってお願いしたのにって言ってる。あるある。あるあるわかる。喧嘩ではないか、いいものを作るための言い合い、あいちゃんそうだねストイックだね。ストイックだよね。ストイックなのかな、うん、すごいいいと思う。素敵。あれなんですよね、こうもともとお友達でうん。結成されたんですよね。そうですよ。何友達だったんですか？なんか共通の友人がいて、うんその人が趣味でカメラをやってる人で、うんうん、なんか二人のことを撮らしてよみたいな言って、うんうんうん顔がいいもんね。面白いまあな。まあお友達だからね。うんそうそうそう。じゃあもともとお二人はこうモデルさんとか被写体をやってらっしゃったんですか？いやいやいやそんな立派なものじゃないですよ。本当にね、ペット取るみたいなの。ペットペット撮るやつよね、西日暮里とか行ってペット撮撮るみたいなるやつをやってたのよ。そうそうそれだけだよね。そう。それだけ。本当にね。そうそうなんでこう組んでラップやろうぜってなったの？なんか私が誘ってまみちゃんラップやろうよって言ったらいいよって言ってくれたからうんおやってみようみたいな感じですね。ラップにはもともと興味があった？まあ好きは好きだったかな。好きは好きだし、うんなんかその時レイチェルノリでラッパーになりたいって言ってたから。そうそう冗談でね。あーすごい、もうじゃあ冗談が言ってると本当になっちゃったみたいな。本当になっちゃったの。すすごいよね。ごい。もうこれからもずっと仲良くしててほしい。ああ、任して。ノリがめちゃくちゃ好き。まいちゃんもいいね。うんなんか仲良くなろ嬉しい、仲良くなって。なりたい仲良くなりたい。チェルミコさんってこう二人で一緒に曲とか作られたりもするんですか？あ、そうですね。曲というよりはメロディーを作ったりとか歌詞を書いたりとかしてますね。すごい。こう初めはラップに興味があってラッパーしたいなっていうのから、こう作詞をしたりこうメロディー作ったりとかできるようになるまでってどうでした？どうでした？割と最初からすぐできたよね。すごい。うん。誰か師匠とかいるんですか？師匠いないね。まあ好きなアーティストさんとかいっぱいいたけど、まあでもその時はね。独学です。独学ですごい。才能の塊？いや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 。だってラップとかもすごい聞き心地がいいというか、なんかやっぱり女性って声がなんか高めとかでラップしちゃうと、なんかキンキン、多分私とかそうなんですけど、キンキンしちゃうとなんか耳障りがあんまり良くなかったり、かっこよくないというか、なんかそこをお二人はこうなんて言うんでしょう、いい感じのテンション感となんかダウナーな感じだったり、曲によってはなんかポップな感じですごいラップ決められているので、めちゃくちゃいいなと思ってて。すごい褒めてくれる。何？一緒にラップする？どうやったらラップって上手になるってそのかっこよく決まるんですか？なんだろうね、緩急かな。でもリズムよく、ちゃんとあと滑舌をよくしたりとか。でも滑舌いいじゃん。すごくいい。嬉しい。やった。ラップしたことありますか？あるんですよ。なんかチーズおかきのラップソングを一度歌ったことがあって、もうそれは結構もう最初から最後までがっつりラップだったんですけど、結構難しかった。こうなんかちょっと教えてもらいながらやったんですけど、体をこう揺らしながら。確かに大事だもん。そう感じてるんですけども、自分のこの声とラップの感じとのギャップで自分がぐるんぐるんみたいな。難しいよね。そうだからこうお二人ってなんか別にこう喋ってる声がもちろんキャピキャピはしてないんだけど、なんか普通にこうちゃんと女性らしいというか可愛らしさも美しさもなんか
ありナチュラルさもありみたいないい声ではあるんですけど、どうしたらいいの？もう何欲しいの？何欲しいの？じゃあアルバムあげる。いいんですか？でも私もちろん物もらえないから。そうだ。データかな。でもデータはね、データで送信 iTunes で私買ったんですよ。ありがとう。嬉しい買ってくれたの？そうでも今日の思い出があるからいいや。今いいこと言ったな。大事だね、思い出。大事。そうじゃなくってなんだったっけ？何喋ってたっけ？ラップが上手くなるそうやつ。ラップでね、なんだっけ？声出す時の声が。そうすごいいいじゃないですか。でもラップになるとまたこう違ったそのかっこいいなんか低めのところでしっかり土台があってみたいな声ってあれでなんか意識されてるんですか？そうですね。でもなんかやっぱラップお腹から声出すってなると結構低くなっちゃうかも。太くなっちゃうね。確かに確かに。じゃあお腹から声出してリズムにのちゃんとリズムをきっちりやって滑舌よく。そうね。そしたらもうまずはいい感じのラップができるはなるほど。ちなみにそのラップっていうその歌う観点で言っても、師匠とかこうなんか教えてくださった人とか特におらず独学。自分たちでつよつよ。カラオケとかで練習してたかな。つよつよ。強い強いってこと？めちゃくちゃおばあちゃんみたいになっちゃった。なんだいその言葉、若者のバーチャルで流行ってるのかい？聞き間違えたのかなと思ったけど、でも強って言ったよな。あゆちゃん。つよって言いました。ありがとうございます。強です。そんなチャルミコさん、2020年が始まってあっという間に2ヶ月ですが、今年はどんな年になりそうですか？今年は強であとこうやってなんかいろんなところにお邪魔できたらいいね。またバーチャルのところにも行きたいし。してほしい。私のところに一番来て。今すぐ行きたい。来てほしい。いつかにこうバーチャルな体でもね来てほしいです。確かにそうバーチャルな体でお邪魔する。お邪魔して。でもうねすでにつよつよですもんね。テレビアニメのテーマソングとかも。そうなんですよ。今ね放送中のテレビアニメ映像権には手を出すなというアニメのテーマソングとなっていて、現在配信中のイージーブリージーという曲がありますからね。そうなんです。私もバッチリダウンロードしております。ありがとう。でなんと今日はそちら歌っていただけるとお伺いしたんですが、しかもスペシャルバージョンだよ。めちゃくちゃ私が楽しみ。それでは改めまして曲紹介をお願いいたします。はい。チルミコでイージーブリージー。どうぞ。からまたからかった奴らは浮かに行っちゃった。誰に頼まれたわけでもないのに止まらねえ腕。ここでは誰もが王様なのね。手が長続きする気がしないとかそんな性格で何が悪い。ただ好きなもんは好きがやおだまり君無責任心地90ゼログラビリー。うるさいな邪魔しないでね。一発派手にやってみようやのみそイマジネーション見たも来たもそれ全部血になる。飛べる飛べなめさしとけ。頭ん中も完成形見えた。頭ん中も自由自在。心の網目細かくして最強の世界できちゃってるわな。続いてはバーチャルミュージックランキング10位から1位の発表です。どうぞ。
がまた動き出すその前にほらおしおしごとも止まらない全力ですから夢を書き換えたら追いかけ続けよう共につなぐファンファーレバカ騒ぎを置いてゆかないで知らない言葉で話さないでほんのちょっとだけ思い出を僕に見せてそんな声で笑うなよって何回も言えないでいるたったそこで座り込んだまままだもがいてる途中ありがとうございました。いやもう早速バーチャルでしたね。いやね早速すぐバーチャルにになりました。いやもうなんか曲も本当に中毒性があって何回も聴きたくなる。嬉しい。ぜひみんなにもね何回も聴いてほしいです。聴いてねたく聞いてくだささい。ん。そしてそういえば、チェルミコさんは2月28日に新しい楽曲をリリースされたんですよね。そうなんですよ。どんどん新しい曲ね出させてもらってね、うん今回も結構攻め攻めのうん楽曲になりました。うん楽しみ。ちょっと今はねまだ私聞けてないんですけど、はいこの放送の際には聞けているので、はいリピートガンガンしちゃいます。はいお願いしますリミットです。よろしくお願いします。そしてさらにチェルミコさんは3月1日からライブツアーがスタートするんですよね。その通りです。よくご存知で。そうなんですあさってからだよね3月1日かうらん全国10カ所を回るツアー、感謝祭ツアー2020がスタートします。イエーイなんか追加公演も決定されたんですよね。そうなんですよ。いやもうすごい本当大人気。いやー嬉しいなーありがたいよ。しかもねなんバンドセットなんですよねそう、追加公演がなの？バンドなんですよ。追加公演ってどこでされるんですか？公演は5月の6日に、あ9日かな。 9日に失礼しました。5月の9日に大阪と、あと5月の16日に東京であります。そう東京とかちょっと頑張って iPad 持って私見に行けないかな。東京だったら来れるの？それで確かにスタッフさんが持ってきてくれるの？スタッフさんお願いします。ぜひぜひ来てほしい。きっと楽しいよ。ね行きたい。振り付けとかもあるから。うんそっかみんなでこうちょっと踊ったりするの？そうわあ楽しそう。全国ツアーすごく楽しそうなんですけど、チェルミコのお二人にとって今回はどんなツアーになりそうですか？感謝祭ツアーだから、たくさん感謝していきたいと思います。あたくさん感謝を述べる述べる会です述べるね。感謝の会で、それとあと昔の昔というか結構前に出した曲とか、いろんな曲をこう一個にギュッとまとめて、チェルミコの集大成みたいなライブにしたいと思ってます。素敵。ちょっと詳しくはね、ホームページや SNS チェックしてください。はいください。お願いしますお願いいたします。番組をご覧の皆さんもチェルミコさんの新曲やツアー情報などチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Virtual Music Zone.